いい部屋だ。テレビリポーターになるけどテレビないっていうのめっちゃおもろいと思ってます。大丈夫なんですか？アベマの恋愛バラエティーショーにも出てるっていう。いやいや、そうなんです。リクトさんへっていう風に入れて。こんな感じで全然高い位置からでも十分。ちょっとグレーのデスクと、ミニマリストになったきっかけ、はいそれで言うと、はい、ということで今日はミニマリスト支部の視聴者さんのお家、しかも大学生22歳で、大学生じゃないな、つもりてます。元大学生だわ。3週間前ぐらい。僕のね、イベントにね、3回も足を運んでくれたガチの支部ファンですね。はい、福岡でイベント3回やってて、3回とも来てくれてる。そうですね。でしかもなんとアベマの恋愛バラエティーショーにも出てるっていうちょっと変わった経歴の男の子の部屋がすごいミニマリストっぷりがすごくてちょっとお邪魔しております。光栄です。はい、ということでちょっと自己紹介をはい、お願いします。今福岡でもともと3週間前まで、大学生、してまして、春から、テレビ局の、リポーターとして働くことに、なった社会人1年目の、ちょっとミニマリストを目指してる男です。お願いします。すごいっていうのでリクトさんなんですけど、はい、YouTube チャンネル概要欄にリンク貼ってあるので、ぜひあの動画好きなんですよ。はい、スティーブ・ジョブズ旅っていう。そうなんですよ。スティーブ・ジョブズが実際回られた寿司屋さんとか蕎麦屋さんとかお寺とかを一人で回っていきながら、ただ単に物を減らすっていうだけじゃなくって、スティーブ・ジョブズとか禅の思想っていうのを自分の中で取り入れたいなっていうのがあって、はい、卒業旅行も兼ねて京都にこの前行ってきて、一応なんか Vlog とかも撮ったんでよかったら見ていただけると嬉しいです。そうサムネもね、あれスティーブ・ジョブズの部屋を再現してるんですよ、ね。そうです。彼ガチミニマリストアイコンかなので今日はそのロフト付きのワンルーム でちょっとね、すごい持ち物選びもミニマルなアイテムいっぱいあるんで、ルームツアーしてでその後にどういう経緯でね、はい、結構若い男の子がミニマリストに興味持ってくれてるっていうのはちょっと気になって、どういう経緯で物を減らそうと思ったのかとか、そうですね、物を減らしてよかったこともちょっと後半聞くんで、ちなみに、はい、恋愛バラエティーショー出るとモテるんですか？それで言うと一時のピークを過ぎたら安定してきますね。なんか僕アベマの恋愛バラエティーショーってなんだっけ、狼くんの嘘つかないとか、たまに今日好きとかトラ恋とかなんかいろいろあるんですけど、僕は恋する週末ホームステイっていう今毎週火曜日もう夜10時からやってる。まだやってるんだ。まだやってます。5年前に出てまだやってるんだ。そうなんです。すごい長寿番組ね。なんで結構大人でいうテラスハウスとか相乗りとかの高校生バージョンみたいな番組なんで、よかったらそちらも見ていただけると。ぜひ早速お部屋をお願いします。ちなみにリクトさんのこれ、服装僕と同じく真っ黒なんですが、僕が監修したアパレルブランドのね、バックレスシャツを着てくださってるっていうので、すごい全く僕と同じ見た目、髪色以外はそうなんかやっぱ渋さんと全く同じ髪色、全く同じ服装だと、ちょっとさすがに渋さんにあんまり影響が良くないなと思って髪色だけでもちょっと変化をなんか TikTok とかでも部屋上げてるみたいで、なんかたまに渋さんって言われるらしいです。そうなんですよ。たまに渋さんって言われるので、これは良くない。いや別に全然申し訳ねえいいですけど、だってね、この真っ白い部屋でその服装してたら確かに僕感めっちゃすごいですけど、渋さんってたまに言われないようにやってます。はい、ということで今キッチンから早速ルームツアーしていこうと思うんですが、もう早速入った瞬間に下にアンダーロフトっていうのかな。そうですね、結構珍しい間取りにはなるかなと思うんですけど、うちが 1SK っていう間取りで、一応下がアンダーロフトで、一応なんか上が2階が玄関みたいなちょっと特殊な間取りにはなってるんですよね。なるほど。でここが玄関になってるっていうので、そうですね、早速気になってるのがこれ、スマートロックありますね。そうです。キュリオ渋さんと一緒なんですけど、うちはちょっとシルバーのものをちょっと取り入れて、これで実際にスマートフォンでアプリで操作することによって、鍵の開け閉めとか、遠隔でも操作できるっていう。でこれがあれですね、防災カバンちょっと背負ってもらっていいですか。これちょっと僕の口から説明すると、これミニエイドっていうなんと筒状の防災カバンで、これコンパクトで食料品入ってないんですけど、要はコンパクトだからこういう玄関に置いても場所を奪わないみたいな、ね、防災カバンってやっぱり
こういう玄関とか逃げる場所に置いておかないと意味がない物置とかにね、ですね。置いても意味ないんで、うん、っていうのでこんな感じでいろいろポンチョとか、いあとはちょっとした日用品とか、あとは笛とかも入ってたりとか、こういう手回しの、ラジオ、そうなんですよ。とこれで実際に充電とかもできるので、スマートフォンとか、これまだ幸いなことで、はいなんか福岡市ではあんま再開があったことがないんですけど、僕もともと広島の出身で、あ、そうなんですね。そうなんですよ、広島の土砂災害を経験してはないんですけど、はいボランティア行かせていただいて、すごくなんか大変な思いされてる方がすごく多かったので、はい。そういうのを見てきた中で、やっぱり災害道具とかは結構若い方、本当大学生とか、本当なんだろう、20代、10代の方は持たれてる方本当に少ないというか、はい災害の意識が低い方はすごく多いかなっていうふうに思うので、僕はこういうのを取り入れるようには素晴ら意しい識はしてます。まあ結構ミニマリストね、なった人もそういう、やっぱり物が多いと逃げ道塞がれてとか、まあ結構災害きっかけに物減らし始めたみたいな人もいらっしゃったりはしますが、まあなんかちょっと近いところは経験されてるっていう。そうですね。なるほどボランティアさせていただいてすごく身に染みたので。あとはなんかそこありますか？はい。ここ、結構僕、うち靴はあるんですけど、はいあとは上はシュークリーナーとか、おーはいあとブラシ系ですね。結構、革靴とかやっぱ、仕事で使うことがあるので、やっぱこういうのは手放せないので、まあでもそれでも、そうですね。まあ割とコンパクトにまとめてるかなと思います。で、下にあるのが、あ、ちゃんと防災系の水もある。そうです。防災グッズ。こうあーここにいう缶詰とか非常食のものをここに固めてってまして、素晴らしい防災意識。この玄関めっちゃコンパクトですけどそうなんですよ、物減らしてスッキリさせてあるから、ちんゃんと収まってるっていう。じゃあこのまんま、はい。こっちにはい。キッチンがはいありますが、これスツールですね。ああ、そうです、そうです。僕の部屋にも前置いて、ああ、そうです、そうです。ありました完全に影響されて買っあた。そうなんです。はい。じゃあこれ中開けても、はい。はい。こんな感じなんですけど。あー、書類とか入れてるんだ。そうですね。結構なんか雑誌とかはやっぱり Kindle とかではいあんまないっていうのがあるので、まあここに、はいまあ Kindle で売ってないやつとか、渋さんからサインいただいたものとか、ちょっとサインなかなかサインあるんですか？そうです、そうです。サインがあります、あります。ありがとうございます。僕の本が。サインが。そうなんですよ。本当や。そうなんです。リクトさんへっていう風に入れて。渋さんのサイン可愛いですよね、すごい。サインじゃなくていつもこれなんですよ。ああ、そうなんです。サインというかもうなんか、なんだろう、自分の名前を入れてるみたいな感じですよね。そうなんです。本当に彼はだからこんな感じでイベントに来てくれてたっていそうですね。ちょっ感じでと、柔道のミニマリスト渋信者なんで。ありがとうございます。はい、こんな感じで。まあ、なんかこれ、収納と座る場所兼用できるから。あ、そうです、そうです。なんで、結構僕、今、ここにポップインアラジンつけてるんですけど、ああ、ここ、あれ、我が家と同じなんですね。ここにあるんだ。そうなんですそう、なんかさっきから天井にいろいろ映ってるなとそうなんですよ思ってたんですけど。なんで、友達とロフトでかと、使えるんだ。そう、こういう友達とかと、はい映画、今ちょっと夜なんで、プロジェクターの精度はあんまり高くないですけど、はい友達とかと、朝ですね。そうです、そうです。映画とか見たい時とかは、こういう感じで、まあ手すりとかまたがってもいいし、全然ここら辺に座って、まあ友達と映画上から見ることもできるし、下からも見れるし、すごいなんかサイドテーブルもあるので、ここに、なんだろう、お菓子とかジュースとか置いて、なんか映画楽しんだりとかなできるって感じです。はい。初めてこのロフト付きの天井高いところで使ってるの見たんですけど。そうなんですよ意外と使えますね。そう、ポップインアラジンすごいのが、はいこんな感じで高さの調節がめちゃくちゃ、ああ、できますね。高さ調節がすごく可能なので、はい。こんな感じで全然高い位置からでも十分全然落とせます、なんならこれより全然まだ下げれる。あ、まだ下げれるんだ。はい開いてるんですね。そうです、そうへです。ーこんな感じで距離があるので、うちはポップインアラジンがだいたい110インチぐらいの大きさでかっ。うちよりでかいな。映せてるって感じです。まあこれは結構ロフトだからっていうところもあるかなと思う、距離が稼げるから。そうなんですよ。なのでロフトの家で使えないか検討する人は、そうですねこれくらいだったらいける。全然いけると思います。で、キッチンがこんな感じで、はいほんとすっきりしてる。そうですね。なんもないですね。まあ極力こういう、まあなんだろう、置かない。そうですね、置かないことをはい。意識はしてるんです。ちょっとまだこれ、まだ洗い物が。生活感あっていいですよ。生活感だからこれで洗い物って言ってたらなんかみんな怒られますあーもっそうかと溜まってるからすい。ませんここら辺は調理器具とか、あと洗剤とか、歌丸とか。マグネットでペタッと貼ってそう。置いてある。それで言うとあ、ちょっと待って。これ、あそう話遮っちゃったけどそうなんですよ、これ、うちと同じはい。
取れる。ツーウェイフライパンみたいな感じです。取っ手が取れるやつですね。そうです、そうです。ってこれ、思います。これなんかそのまんまお皿っぽいですもんね。そうです、そうです。僕もこのまま調理して。全然使います。はい。まあ、お皿にもなるフライパンっていう体ではないけど、僕はそういう風にそうですね。使ってます。で、ちょっと、はいなんか突っ込んでほしいところがあって、はい。この三口フライパン、はいなんだっけ、三口の、三口コンロはい、温度。がうちあるんですけど、はい僕、火がちょっと怖すぎて、ああ、確かに。今、ここに、はい。そう、ここの家に入居して約はい2年半ぐらい経って、もう、はいすぐ多分3年ぐらい経つんですけど、はい1回も使ったことないです。なるほど。ガスそうだからなるほど。それでここに浮かしておいてるんだ。そう、浮かして IH をつけてます。なんで、こんな立派なキッチンではあるんですけど、怖すぎて1回も使ってないっていう。なるほど。ちょっと火が怖いタイプだと。そうなんですよ。幽霊苦手ですか？幽霊は苦手です。そうなんだ一人で怖いホラー映画とか見れないですね、やっぱり。なるほど。お茶目ですね。まあ全然がっつりこの辺りも簡単に。そうですね。おーこの辺も割と生活感ありますけど、でも結構まあ食料品とかは割と親が仕送りで結構随時送ってくれるので、結構まあ無いいな印のかわいい。結構飲み物系とかは割とありますね。ですね。それで言うと、僕もともと無印良品でもアルバイトしてて、そうなんですか？そうなんですよ。なんで結構家のものは割と無印良品のものは結構割と多い感じはありますね。だからさっき、これが、なんかデザイン変わって、文字がゴシック体になったとか詳しいんですね。結構マニアックなところこともしはい、結構無印好きで、ここら辺は普通に箸とかスプーンとかフォークとか、あとランチョンマットか。ですね、置いてて、まあ、この辺りも軽くさっさっとですね。ここら辺はバルミューダの電気ケトル、とか、ゴミ袋とか、こっちはもうミニマリ、スト御用達みたいな、御用達。はい、のアイテムですね。御用達なんですね。そうですね。なるほど。この辺はまあ食器とか、あと、毎回はい。まず申し訳ないんですけど、ああ、はい。渋さんのスペース持て余してます参ね。考のお一人様用超高速型弁当箱炊飯器っていうすごい長い名前なんですけど、これ一つで弁当箱にもなるし、はい。炊飯器にもなるので 2way で使えるっていう感じで、食器洗いも減るし、もう一人暮らしの方は炊飯器買うぐらいだったらこれでいいんじゃないかなって僕は思うんですけど。これいいっすよね。そうこれは僕の動画でも紹介しましたね。そうそうそうちなみにこれあれですか？アラビカ、京都のコーヒーですよね。僕この前京都に行った時にアラビカのコーヒー買って、僕昔京都に住んでたんで、1ヶ月だけ、その時よパッケージくめ。ちゃくちゃミニマルなんですよ。そうなんですよ。お店もね、このパーセンテージって書いただけの。あと気になるのが、はい、冷蔵庫。そうですね、冷蔵庫、まあグレーのやつ使ってて、ポップイヤラジンのリモコンとか、はい。あとまあここマスク入れ、これも全部無印良品で揃うんですけど。ああ、なるほど。はい無印がいっぱい。はいちなみに中見てみても OK。あ、全然いいです。じゃあちょっとはい冷蔵庫チェック。中一人暮らし男性。そうです新社会人。こんな感じです。ザバスの。あ、そうです、そうです。コンテン僕結構最近、はい筋トレ。ツおお、筋トレしてますか？そうなんですよ。ちょっと渋さんを模してというか。一緒に。あとなんか美味しそうな無印良品の麦茶と。あ、そうです、そうです。後でちょっと渋さんと飲みて。ありがとうございます。皆さんね、僕にいつもノンカフェインのものをね、あげないといけないみたいな。そうです僕結構カフェイン飲むとき気をつけてるんで。はい、そうですよね。そう。なのでそう、ありがとうございます。そうは気使っていただいて。冷蔵庫もある程度余白を残したいっていうのはあるので、なるほど。はい、そういうのを意識してはいますね。じゃあ、はい下の段も。はい。下の段は多分何も入ってないですね。そうですね。冷食。あこれ餃子リアルだ。めちゃくちゃおすすめです。これ、はい内藤さんがおすすめしてはい食べたんですけど、あオルタナの内藤さんが好きですそうよね大阪王将はいのこの羽根付き餃子、はい冷凍食品で、これしかも水とか油とかいらないんですよ。えそう。水とか油いらずで水とか油いらない、そう、こその、んなのあんの？そうなんですよ本当だ書いてる。そうこの油、水いらず。そう、この羽根付き餃子さえ入れて、フライパンでそのまま通せば、羽根付きの餃子はすぐできるっていう。いや、水めちゃくちゃ美味しいし。そんな進化してんだ今。そう知らんかった。いや、めちゃくちゃお冷すすめです。凍餃子うまいっすよね。いや、めちゃくちゃうまい。これ一人暮らしにはめちゃくちゃおすすめですね。なるほど、ありがとうございます。っていう感じかな。はい。冷蔵庫こんな感じです。あ、お風呂場、あ、そっか、お風呂場どこにあるの？お風呂場、こっちです。あ、お風呂場ここだ。本当だ。そうなんですよ。お風呂ここにあるんだ。へそうなんですえ、面白い。こっちがお風呂場と、まあ、あと洗面台。僕はー特徴的というか、はい。てってれー。そう、こんな感じ。はい。あんまり鏡綺麗じゃないですけど。申し訳ないですけど。はい。
まあ、こんな感じで、まあ、化粧水とかうんうん。ですね、あとこれシェーバーなんですけど、面白いのがこれパナソニックのスキンケアシェーバーってやつで、はい。ここを温めれば、まあ、こんな感じで、ーここのプレートが温まるんですよね。はい。なので、スキンケアをしながら、ここで保湿もできるみたいな、すごい。 2way で使えるもので、結構若い方にはおすすめではありますね。なるほど。うん。あとあれなんですね。はい。気に思ったのが、はい洗濯機は置いてないんですね。一応置けるスペースあるけど。ああ、そうです、そうです。洗濯機は置いてないですね。もう結構コインランドリーでうんうん。代用してるってところはあって、はいまあ割と洗濯物出たら、はいすぐコインランドリーが歩いて2、3分ぐらい。あ近いんだで、そこになるほど行っちゃって、で、そのままお風呂場もはいちょっとはい失礼します。うん、シンプル。まあ、特になんかはい。ミニマリストはいルームツあるある、お風呂場行くけど特に突っ込むところなそうなんですまあでも、ここら辺はちゃんと浮かしてるんだなっていうのは、はい。そう山崎実業の、はいなんだろうソープディスペンサーみたいな。そうです、そうです。そうですねこれマグネットでつくので、取り外しも全然できますし、はいやっぱ床に置いちゃうと結構ぬめっちゃうので、あー、なるほど、なるほど。結構まあ、割と、お風呂場も割と床に物を置かないってことは。おー、素晴らい。しい。ありがとうございます。床に物置かない。じゃあ、はい。ちょっともろもろ見せてもらったので、メインのとこ行きますはい、ね。ぜひぜひ。こういうロフトになってはい。で、おー、いいですね。なんか地下室みたいでいいですね。そうなの、なんか、秘密基地感あるから、結うんうん構学生っぽい家ではあるかなと思います。で、なんと珍しいかな。階段降りてったら、はい。すごいありがとうございますいえいえ。僕の手ぶら DQ が。これは結構もう、定期的にはい読むことははい。してて、お嬉しい。目次だけでもペラって見れる。あ、あ、ここにサインが。至る所に、至るところに俺のサインあるやん。そう渋さんのサインを書いていただいてて、この中、まあ、Kindle とかでも全然読むんですけど、あれですか、Kindle でも買ってくれてる。これがいデジタルデトックスの、はいこういう、何これ。すごっ。あーこんな感じではい、スマートフォンとかをそこにスマホをぶち込めるやつだ。そうです、そうです。こんな感じではい。入れて、で、タイマーとかかけると、もう一定時間、開かなくなるんだそうなんですよ、開かなくなる。タイムロックコンテナみたいで、な。これのいいところが、はいこんな感じで、ここのカバーが取り外せるんですよね。なので、急に、なんか急遽電話が来た時とか、はい。ここでまあ一応対応できる。あー、ギリギリちょっと触れるんだ。そう、できるし、一応充電もできるので、おーなんか考えられてる全然、はい。ミニマル用品、こういう白のやつとかを置いそうですねて、はい、ディスペンサーとかフレグランス系ですね。こっからこう歩くと、じゃじゃん、はい。お部屋がメインルーム。素晴らしい。このいいっすな、この、なんか、秘密基地感。あ、秘密基地のミニマル部屋みたいな。はこの真っ白っすね、ここ。い。そうですこれもね。ともと真っ白なんですか？いや、ベージュがかった床だったので、結構まあミニマリスト部屋ちょっと作りたいなと思った時に、おー、はい。割と白とか、モノトーン基調にしたかったそうです。じゃあ DIY したんですね、ここ。あ、そうです。白くまあなんかいろいろ、ちょっとね、デスク上とか、はい見たいとこあるんですけど、ちょっとデスク、この辺りがね、すごいはい。いいなと思って、そうですね。ミニマル感はある素晴らしい、綺麗なデスク。はい。このデスクが、はい IKEA の、まあ今ちょっと廃盤になっちゃったんですけど、はい。ちょっとグレーのデスクと、おー、はい。下が結構こんな感じでなるほど。移動ができる。移動できるんですね。そうなんですよ。で、かつ結構足が。足が割と細いので、はい。あんまり部屋の圧迫感が出ないっていう感じで、なるほど。奥行きも出るのでいいかなっていうふうに思って置いてる僕大学の授業とか、いまあもうこれで全部やってて、あー、ここで受けてるんだ。そうどういうスタイルでやってたかっていうと、はい。ここでまあ Zoom とかあとはそうですねこういう Teams とかではいオンライン授業を受けて、なんか iPad mini の GoodNotes っていうアプリがあるんですけど、はい。これで全部こんな感じで iPad mini で、まあ、授業のノートとかおーレジュメとか書いて、はいここで授業を受けるっていう感じのスタイル。すごい。なんか、パソコン持ってなくて iPad2 台っていうのはちょっと今時、なんかあー大学生っぽい感じしますね。そうですね、もう僕の世代になってくると結構パソコンとか慣れてない方うんうんうんが割と多い世代に入ってくるかなっていうふうに思うので、こういう iPad とかであればタッチ操作ではい。使えるし、かつ、まあ、ノートとかもこれで撮れるし、なるほどそう僕。YouTube やってるんですけど、動画編集とかも正直これで問題ないので、すごい。iPad 世代だ。そうですね。あと、気になったのが、はいこれ何ですか？ああ、これ、アトモフウィンドウっていう、まあ、デジタル窓ですね。窓ですねなるほど結構コロナ禍で僕らの世代っていうのは、なんか大学に直接授業行って講義受けるっていう感じじゃなくって、
自宅でオンライン授業を受ける期間っていうのがすごく長くって、はい。そうなってきた時に景色って全く変わらないんですよね。ずっと家にこもってますもんね。そうなんですよ。ステイホームとかやったし。僕らのその、はい。僕のこの部屋っていうのは本当無機質、言ってしまえばなんか病院みたいな、はい。たまに言われたりする白い部屋あるある言われますね、そういう。なんですけど、こういうアトムフィンドウとか使えば景色が変わるので、はい。この無機質な部屋に置いて窓を増やしてるっていう。これ実際にいろんな日本中の景色とか、はい。スウェーデンのストックホルムの夜の街並みとかいろんな景色が楽しめるので、はい。こんな感じでなんか気分によって部屋のこのデジタル窓変えたりとかっていうのはしてますね。了解です。はい、ありがとうございます。こんな感じで、ここにお掃除ロボットがありますね。はい、そうですね。はい。これはブラバそうです。渋さんと一緒のブラバではあるんですけど、ー。上位機種ですね。そうですね。あとはタイマーとか、何時何分、僕はいつも朝起きて8時とかにセットしてるんですけど、8時にそのまま何も押さなくても自動でブラバ家のお掃除してくれるので、こんな感じこんな感じですね。はい。こういうなんかハイテクですね、この部屋いろいろ。デジタル窓といい、これといい。なんかこういう生活が送れるようになったのもまさはいに渋さんのおかげというか、なるべく生活コストを下げて、確かにこういう時短家具とか、はい。あとはこういうなんか自分のモチベーションを上げてくれるものとかにお金投資できるようになったので、渋さんありがとうございます。22、3歳、2歳、3歳か。22歳です。22歳の割にすごいいいものをちゃんと持ってますね。そうですね。少数精鋭とかよく言ってますけど、僕は。そうです。やっぱいいものにはちゃんとお金をかける。お金の取捨選択ですよね。この取捨選択がすごくできるようになったので、そのミニマリストになってよかったなって。多分新社会人22歳でここまでなんかいろいろ生活ちゃんとこだわれてる人そうそういないっすよ。そうですね。やっぱミニマリストあるあるだと思うんですけど、物にめちゃくちゃこだわりがあるっていうのもあるかなと思います。ある程度やっぱ物にこだわっておくことによって自分のモチベーションにもなるし、家にねこういう自分の近所もだけ囲まれた生活テンションありますからね。はい。ちなみになんですけど、クローゼットってありますか、この部屋。クローゼット一応、ここになるんですよね。これか。はい。こんな感じで、すごい。ウォークインクローゼットになってすごいなんか秘密基地感すごい。ここは割と結構生活感ある感じにはなっていやでも服少ないっすね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10着しかハンガー買ってないですけど。ウォークインクローゼットは10着で収めるようには。ちゃんとルール決めてるんですね。そうです。あとはちょっとYouTube やってるので、はい。撮影機材とか、とかですね。あと箱。そうなんですよ。外箱ちょっとなかなか捨てれない問題があって、はい。ミニマリストの方どうされてるのかっていうのはすごく気になります。外箱は僕意外とすぐ捨ててますね。あんまり売る時の値段影響しないです。あんまり変わらないですよね。変わらないです。ほぼ数百円とかのレベルで。ケーブル充電ケーブルとかは結構減らされます。なので、例えば僕前カメラ売ったんですよ。で、外箱は大して影響なかったんだけど、その時の充電器使わないから捨てちゃって、それが1万円とかあったんで、ニンテンドースイッチもそうでした。ニンテンドースイッチも、なんかドックが8000円するとか、だから、コツとしては箱を捨ててしまって、ケーブルとか付属品取っておくと、値崩れしづらいっていうのはありますね。アクセサリー関連は残しといて。そうですね。箱は別に。箱はさして重要じゃないですっていう感じですね。いい勉強になります。っていう。すごい。俺ここ住める？そうですね。正直ここで生活できる感はあるので、なんかたまに泊まり来るときとか、なんか泊まる人とか、全然ここで、全然僕ここでいいよっていう人もいるので。いや、俺もなんか泊まるんだったら、なんかそのオープンなところではこっちの方が落ち着く。そうなんですよ。ここで結構ドア閉めちゃえば結構真っ黒にはなるんですけども、電気はついてるので。寝るにちょうどいい。カプセルホテルみたい。そう。全然いい感じです。ありがとうございます。はい。という感じで、クローゼットがそこにあって、こっちが寝室で、まだ突っ込みたいところはこっちに。これは飾りっていうのはわかるんですよ。これは。かざしてもらって。おーすごいハイテク。電動ゴミ箱を使いまして。おしゃれですね。これがあることで、わざわざゴミ箱も開け閉めする手間がない。超ズボラな僕みたいな人間にとってはこういうゴミ箱、電動ゴミ箱とかは、
かなりいいかなと思う。しかも上に行かなくていいから。そう。ちなみに、テレビないですね。しかもテレビリポーターになるんですよね。ああ、そうですね。テレビリポーターになるけど、テレビないっていうのめっちゃおもろいと思ったんですけど、大丈夫なんですか？まあそうですね、まあはい正直、テレビ見たいときはもう正直会社のテレビでまあ見れるっていうのもあるし、はい最近結構ネットカフェとかで、まあ行ってしまえば、まあそう最悪これだけ見たいっていうテレビ番組とか、これだけは押さえておきたいっていうものがあれば、まあそれ、まあネットカフェで全然見れちゃうので、ネットカフェの、ネットカフェテレビ見れますもんね。全然見れますパソコンが繋がってるから。はい、僕最初パソコンだけかなと思ったんですけど、実はなんかテレビそう、で、あれテレビチューナー繋がってるから実は見えるっていう。だから結構、はいだしなんか取材とか、はいまあ、いろいろ出張するときにも、まあ、アパホテルとか泊まったりとか、まあ、いろんなビジネスホテル、まあ、いろんなホテル、大体テレビついてるっていうので、全然そこでも見れるので、まああんまり多分、レポーターでも困らないかな。困んないし、はいまあしかもプロジェクターありますからね、上に。そう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 。プロジェクターあるから、まあ別にテレビなくても困ってないって感じなんですね。ですね。なるほど。うで、こっちが、はいこの部屋のなんかすごい特徴的な、はいまあロフトはよく見ますけど、はいこのなんか、ここだけ、そうですね。これも秘密基地感すごいですアンよ。ダーロフトってやつで、まあはい僕の意識としては、生活スペースの意識としては、なんか居住空間を分けるというか、はいここは完全に仕事だったりとか、オンライン授業とか受ける、まあオンの時のまあ生活空間、はい。まあメインルームになるんですけど、はいここは完全にオフおー。まあメイいいですねン、まあスペースというか、うんまあ一応切り分けてるようにはしてて、はい。まあここでまあ寝たりとか、まあゆっくりダラダラしたりとか、ただなんか趣味でギター僕やってるんですけど、おー、ギターとそうギタか、ーやったりとか、あとあとは VR、動けるとか、オキュラスありますねそうなんですよ。。完全にこれも渋さんの。あと、はい俺と同じ、はい。ね、グラスサウンドスピーカそうですーがあるんですねグ。ラスサウンドスピーカーで。とかこちらがで、あと、マットレスも、ああ、そうです。僕が使ってた。ダンスの弦ですねこんな感じで、折りたたみ式のマットレスになってて、はい。こんな感じで、広げると、おー、じゃあもうこれすぐ、ジャストフィット。そう。で、こっちから寝るんだ。なるほそう、こど。れダブルサイズなんはいで結構広いんですよ。はい。だから結構まあ2人で寝るときとかでも全然十分。で、僕、プロジェクターをここにつけててあー、そっか。はい。はいここに見えますもんね。そうなんです。だから、まあ、寝るときとかは、はい。この無印良品の人をダメにするとか、はい。ここに置くことによって、はい。もうマジこうやってで映画館みたいな。あー、確かに。これ夜だと超綺麗そうそなんですよ。う。なるほど映画館みたい。な空間になるので、これ大学生時代にこの部屋あったら友達呼びたくなるな。そうなんです。だから結構友達割と呼んでますいや、そうですよね。これ呼びたくなる。男5人、6人とかが、こんな暑苦しい部屋で、いるとかもあるので、いや、でもこんだけ、なんか床すっきりしてるから、友達5、6、そうそうそう5人ぐらい呼んでも全然、ちなみにこれ、はいあれですね、寝袋になるあソファー。そうです。スノーピークで、こんな感じで、中に寝袋が入ってるので、クッションにもなるし、友達来たらそうです、貸せますねそうです。そうなんですよ。だからこれはめちゃくちゃ便利ですね。おー、すごい。僕の、なんかちょいちょいあれといい、これといい、僕の商品があるんで、そうですねもうすぐ僕の口から紹介できるっていう。これ何ですかって言わなくても。僕もいろいろあらゆるものを試し、まあ、関節照明とかもそうですけど、いろいろ試してきた中で、はい。なんか最終的に渋沢のものにたどり着いてしまうっていうのが僕のあーちょっとおすすめしたいのが、はい。こういうテープライトをこおー。んな感じでつけちゃうと、結構夜とか、あ、テープライトついてるんですね、これあ、。そうです、そうです。なるほど。テープライト、場所取らないし、いいですよね。そうです、そうです。そうそう。なんか2000、大体2000円くらいで、うんバッと作れちゃうし。そうです。最近結構100均、ダイソーとかで500円であるんですよ。そうなんだ。すそうごそういう意味では結構割と夜でも輝けるミニマリスト部屋っていうのを意識してるようにはしてますね。い。なるほど。ありがとうございます。まあ、はい部屋はこんな感じかな。はい。いいでしょうか。まあ、こういうミニマルな部屋で生活されてるリクトさんなんですけど、もう少し、ちょっとリクトさんについて、まあ、そもそもね、こんなお若いのに、はい。どうして物を減らそうと思ったのかと、はいやっぱり物を減らして良かったことをちょっと聞きたいんですけど。ああ、そうですね。はいミニマリストになったきっかけ、まあはいそれで言うと、僕もともと大学1年生の頃、大学の寮に住んでて、はい。まあ、割と、まあ、集団生活で暮らしてたんですけども、まあ、大学2年生になって、まあ、世界的なパンデミック、まあ、コロナウイルスの影響で、結構、まあ、寮生活、集団生活、割とリスクあるなっていうふうに思ったのと、まあ、根本的にちょっと一人暮らししてみたかったっていうのもあって、まあ、せっかく、まあ、一人暮らしするなら、ある程度身軽に引っ越したいなっていうふうに思って、あーなるほどはいその時も、まあ、もともと、
僕オルタナチャンネルの内藤さんの内藤ブログを見させていただいてて、なんと僕の実は YouTube チャンネルにも過去内藤さんと、ミニマリストのカバンの中身っていうのに実はコラボ動画撮ってたりとか、最近も遊びましたよ。あ、本当ですか？はい、実は羨ましいそう、あれが確か4年前ぐらいだったと思うんですけど、その時全然ミニマリストとか目指してるわけじゃなくて全然知らなかったし、そしたら全然違う渋さんが出てきて、はい、この人なんだと思ったらミニマリストっていう価値観をその時初めて知って、はい、でもともと本出されてるのも知ってたので、はい、その動画見てから、本とかも拝読させていただいて、それきっかけでコロナウイルスで一人暮らしするってなった時に、割と持ち物少ない状態で身軽に引っ越したいなっていうのがあって、ミニマリストを、目指し始めたというか、気づいたらなってたっていうそう感じです。しかもなんか今時だなと思うのが、なんか YouTuber のオルタナチャンネルさん経由で僕のことを知るっていうのもなんか時代感じました。そうですね。なんか僕の主さんって、例えばブログ読んでました、本買いましたとか、僕の YouTube チャンネルからっていうのがあるんですけど、なんかそうちょっとエンタメ系のそういう YouTuber さんからね知ってもらえるっていうのはちょっと時代の流れ感じましたね。そうですね。結構なんか持ち物へのデザイン的な理解へのこだわり強いなと思って、お互いなんか物を減らすだけじゃなくて、物も減らしつつ、ちょっと美しくというかスタイリッシュに見せたいみたいなところが結構共通点として、結構渋さんって物を減らすとか、機能性とか、なんか併用 2way とかっていうのをなんかある程度バランスよく意識されてるイメージは僕にはあると思うんです。僕にはあるんですけど、僕はなるべく物を少なくはしたいけど、どっちかというと美観、デザインとかの方をそうですね、割合で言うと重視してるので、ある程度物は少なくは意識はしてるけど、そういうデザインとか、そうですね、美術館みたいなアトリエみたいな空間を作りたいっていう意識はあります。ミニマルデザインでかっこいいものを優先して買ってる。そうですね。でもある程度やっぱり大学生活とか始めたって物を減らしたりとか、今でもそんなに必要以上に持たないようにはしてると思うんですけど、なんか物少なくしてよかったなみたいな。そうですね。それで言うと、単純に貯金が増える、あと時間も増えて暇になる、あとは自分でやりたいことが見つかる、この3つかなっていうふうに思ってて、単純にお金が増えるっていう部分で言うと、なんで物を捨てたらお金が増えるのかっていうと、単純に僕ら大学生とかってよくなんか飲み代にお給料、アルバイトのお給料大半使っちゃったりとか、服装とかにもかなりお金使う方結構僕の友達とかも割と多くって、それってなんかいいとは思うんですけど、人それぞれお金の使い方っていろいろあると思うからいいとは思うんですけど、僕はそういったものよりかは日々の生活をアップデートしてくれる、時短になる家電だったりとか、あとは旅行だったりとか、そういう経験とか、渋さんと一緒だと思うんですけど、物より経験に。そうですそうです。物より経験にお金を投資したいなっていう感じで、それをやっていたっていうのもあるんですけど、単純にコロナ禍だったので、そういう旅行とかもあまり行けてない気がついたら、もう本当意図せず貯金が溜まったみたいな感じです。貯金をしようと思って貯金したってわけじゃなくて、なんか気づいたら貯金できてるみたいな状態がミニマリストになったらできるっていう。コロナ禍はそういう意味では、ずっと家にいる時間が長かったからこそ、それこそリモートで授業を受けたりとか、もう家が学校でもあるからある意味、そういう意味では家の中を快適にしたいとか、家の中の持ち物こだわって充実させようっていういいタイミングでミニマリストになれたのかな。そうですね。生活を見直すいい機会になったかなと思います。なので別に悪い捉え方はないですね。別にコロナ禍でオンライン授業になったとか、特にはないと思います。で、それで言うと、時間が増えるとか自分でやりたいことが見つかるとかっていうところは、日々の、生活とかを掃除ロボットに任せたりとか、あとはそうですね、いろいろと、時短になる家電とか、自分の持っているお一人様用超高速弁当箱炊飯器とかも、あれも時短家電だと思うんですけど、ああいったものを揃えることによって、時間的にも余裕ができて、その分結構暇なんですよね。大学生ってもともと正直ニートみたいなところあるじゃないですか。授業行かなかった。そう、大学生っていう肩書きはあるけど、3年4年っていう期間って本当にニートみたいな期間を過ごしていることが多いので、ただでさえ暇なのにミニマリストになることによってめちゃくちゃ暇になるので、
それで僕が何をしたいかって考えた時に、やっぱ発信活動とかはやっぱ今どこの就職先で働くにもやっぱなんか知名度とかそういうやっぱ SNS はやっておいた方がいいなっていうふうに思ってて、もともと芸能活動をしててある程度発信活動はしてたんですけど、やっぱコロナ禍になってやっぱ精神的にちょっとダメージとか金銭的な余裕とかもなくなったタイミングで SNS のフォロワーとか僕総フォロワー多分3万人とか4万人ぐらい一気にいっちゃって、そうなんだ。そう、それきっかけでSNS に対するモチベーションがなくなっちゃったりしたんですけど、本当にミニマリストになったことによってそういう時間的余裕だったりとか、自分のやりたいことっていうのが見つかるようになったので、そういった意味ではめちゃくちゃ良かったなと思います。なるほど、そういう意味ではなんか若い、ね、人とかすごい参考になったんじゃないかなと思いますし、よかったら概要欄に YouTube チャンネル、それこそ物の減らし方とか、これいらなかったとか、逆に買ってよかったものとか、さっきのスティーブ・ジョブズ旅行とかね、面白いチャンネル動画上げてるので、ぜひチェックしてみてください。あとアベマのね、恋愛バラエティーショー、それもいいですかそう、一応アベマ TV の恋愛リアリティショー、恋する週末ホームステイっていう番組に僕5年前ぐらい結構もうだいぶ前ですけど出演させていただいたんですけど、僕は恥ずかしいから全然見れてないです自分の前で恥ずかしいから見れない。しかも恋愛してるとこ撮られるんですもんね。そうですそうです。リアリティショーなんでもう僕結果を言うと振られちゃったんですよもう5年前の時効なんでもういいと思うんですけど、振られちゃったんで、振られたシーンを全国民にさらされるっていう。なるほどね。そうだから僕、最悪だったのが、普通に学校も行ってたんで、高校行ってその放送が終わるじゃないですか、放送が終わった時にみんなからすごい宣伝すごい見られるっていうつらそうっていう感じで、リクトさんが振られるシーン上げてくれるんでお願いします。プレミアム会員になれないとちょっと入れないですけど、ぜひチェックしてみてください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ではでは。